おはようございます。人ギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、質問が来てました。フレット交換の時の指板側面から見た時の、フレット溝のこの部分の隙間、空間埋めに、どういうエポキシを使いますかという質問が来てました。はじめまして、質問です。フレット交換の際にフレットのタング端をカットして打ち替え後、指板両サイドのフレット溝の隙間にエポキシ樹脂で埋めるようですが、具体的なギター専用のものなどがあったら教えてください。ということですね。あとまた指板に合わせた色の染料も合わせてお願いいたしますということです。先にじゃあ私が使ってるものをご紹介いたします。これです。クイック30とかクイック90とかありますけれど、30分で硬化するものとか90分で硬化するもの。ホームセンターで売られてるやつです。用途によって使い分けてるんですよ。このクイック30っていうのは、例えば、インレイの時に使うエポキシ樹脂としては、全然使い物にならないです。というのも、このクイック30とかクイック90のエポキシ樹脂っていうのは、固まった後も、爪で押すとね、跡がつくくらいね、柔らかいんですよ。インレイとかそういう時のエポキシ樹脂には適さないです。ちなみに使う染料は、これ今ローズ指板なんですけれど、ローズ指板にはこの、ステュマックから売られているローズウッド用の粉ですね。着色用の粉。なんかパウダー状になってるんですけれど、こいつを使います。エボニー指板には黒の着色料を使います。エポキシ用の着色剤とかっていう風に検索すると手に入ると思うんですけれど、これは一応システム3社のエポキシ樹脂を黒くする着色剤ですね。はい、メープル指板のことをすっかり忘れてました。メープル指板の場合は、私が使ってるのは、このスティマックから売られてるグレインフィラーですね。トノコです。トノコ。マホガニーとかアッシュ材とか銅管が太いやつの木材で、塗装する前に使うトノコですね。グレインフィラー。でこれの、アッシュ材、アッシュの色と一緒になるっていうやつですね。これね、グレインフィラーはいろいろ種類が売られてます。いろんな色が売られてます。マホガニー色とか、もっと茶色い濃い色だとか。で、これをね、使ってなかった時は、これ150番のペーパー。で、これスプルース材なんですけれど、スプルース材をこうやってね、ペーパーで削っていくんですよ。で、この出てきた削り粉を、エポキシ樹脂に適宜混ぜてやってます。でただね、今この色って明るい色合いなんですけれど、エポキシ樹脂に混ぜると結構茶色くなってくるんですね。なので、白色の着色剤ですね。ほんのちょっとだけこう混ぜてあげると、ちょうどメープルの色合いと一緒のようになるので、そんな感じで調整したりして使ってました。ただ、メープル指板に関しては、割とフレットのこの側面の溝埋めの色も、もうすごく茶色だったりするのもよく見かけますので、あんまりね、同じ色合いにこだわらなくてもいいと思います。なので、これを使って、隙間を埋めてます。はい、それでは、ちょっとこれだけだとね、内容が薄いので、実際に埋める作業を取りましたので、それをご紹介していきたいと思います。このボンドに関しては A 液、B 液あるんですけれど、ここに書いてある通り、B 液を多少多めにしてあげると、固まった後の硬さが少しだけ硬くなるんですよ。100対120とか、そのぐらいの割合で B 液を多めに混ぜてます。で、こんな感じでローズウッド色になる粉を混ぜてます。で、よく混ぜるとこんなような色になるんですね。で、実際の作業がこれになるんですけれど、これフレットを打った後に、フレットの端、飛び出てる部分はフレット専用のニッパーでバチンって切ってる状態ですね。で、フレットの足はこのように加工してあるタイプ。
バインディングがあったりする仕様のものに関してはこの穴埋め作業っていうのは必要ないんですけれど、こんな感じで、爪楊枝でね1箇所ずつこうやって埋めていきます。でこうただポンと乗っけるだけだとたまに奥まで入りきらない時があるので、ぐっと爪楊枝でグリグリグリっていう感じで、押し込むような感じですね。一応1弦側やって、それからこうひっくり返してから6弦側をやるんですけれど、その後にもう一回1弦側、最初にやった側の方を見てみると、こんな感じで溝の奥にエポキシ樹脂がこう入ってっちゃうんですね。このままだと、そこだけへこんでしまうので、もう一回ねこんな感じでちょんとこう上からエポキシを持ってあげます。そうすると裏表ともね、もう一回ね、裏表というか1弦側6弦側とも、そうすると固まった後もちゃんとへこまないです。で次は1弦側6弦側とも2回こうやって持ったら、固まる前にこのネック材側にはみ出した部分をこうやって取り除いておきます。きれいにしておきます。これ今爪楊枝でやってますけれど、例えば先端が細い綿棒とか、こういうやつですね、こういうのがあればそれでもいいんですけれど、別に爪楊枝とかこういうものでこうこそぎ落とすみたいな形でもいいと思います。で、1日経ったら翌日ですね、フレットの端を削っていくんですけれど、使うのは鉄鋼用のヤスリとそれから木工用のヤスリです。でこれその昔専門学校通ってた時は木工用のヤスリは金属に使うなって言われてたんですけれど、最初から鉄鋼用のこのヤスリで削っていくとなかなか削れないんですね。なので私はもう木工用を長年使っちゃってます。で木工用のヤスリであらかたこうね、平坦になったら、そしたら最後の仕上げで鉄鋼用のヤスリを使ってます。はい。で、こんな感じですね。このケースに関しては、フレットの足をこういう風にカットしてますから、側面から思いっきりフレットの足が出っ張ってるってことはないんですね。なので、この角の部分、出っ張ってる部分を平坦になるように、指板のちょうど角っこの部分ですよね。が削れるまで。このぐらいですね、要は。ここまで削れれば、OK ということです。でこのままだと木工用のヤスリなんで、目が粗いんですよ。ですからその後にこの鉄鋼用のヤスリで、滑らかに表面を削っていきます。でこの後に600番のサンドペーパーで表面をこうやってさらに滑らかにしていきます。はい。で、次は、すごく小さな細かな場所に使うためのノミです。スティマックで売られてます。で、このノミを使って余計なエポキシ樹脂をこうやってカットしていきます。でね、これはやってるとわかるんですけれど、ポリ塗装であれば、割とこの側面の塗装にダメージを与えずに取れるんですよ。でところがラッカーとかこう塗膜が弱いものに関してはエポキシ樹脂と一緒にラッカーのね塗膜もねベリって剥がれることはあります。これはもうしょうがないと私は思ってます。はい。でその次はマスキングテープをこのように貼ります。マスキングテープを貼る時のコツなんですけれど、ネック材と指板材のこの境目、境界線、ここぴったりに合わせてはダメです。少しだけね、ネック材の方にこう寄せて、ネック材がこういうふうにこう露出するような感じでマスキングをするのがコツです。次は線板ですね。指板の側面をこう平らにしていきます。これもね、600番とか800番とか使ってもいいと思うんですけれど、ケースバイケースですね。
塗装のね、厚みが厚ければ、粗いペーパーから始めてもいいと思います。ただこのケースの場合は結構薄いラッカー塗装だったので、どっちにしろね、この作業をすることによって指板面の側面の塗装っていうのは約半分ぐらい削り取れてしまうってことはよくあることです。こんな感じで、やってきますね。なんか蛍光灯のあれがすごくなんか見にくいですね。使うパッドなんですけれど、割と硬めのパッドを使った方がいいと思います。柔らかいパッドを使ってしまうと、エポキシ樹脂の部分だけちょっと出っ張っちゃったり、その他の周囲の部分が多く削れちゃったりするんですね。木そのものでもいいと思うんですけど、を使った方がいいと思います。はい。で、これが、全部旋盤で、削り終えた状態ですね。これさっきマスキングテープをネック材の部分が露出するように貼りましたけれど、その理由は境界線ぴったりにマスキングしてしまうと、ペーパー傷が指板の部分ギリギリまで、要は境界線のぴったりのところまで傷がつかないんですよ。つきにくいんですね。なので、ほんの少しだけずらすことによって、このように、ぴったりの位置に、ペーパーの擦り傷がつくように工夫してます。その次に使うのがこのヤマハのコンパウンドですね。ピアノコンパウンドってやつ。これはね、塗装面の艶出しとか、ちょっとしたね、修正する目的の艶出しに使うのに便利です。この指板の側面をこうやってね、磨きをかけていきます。で、これが完成した状態ですけれど、こんな感じでね、割と違和感なく仕上がるんですよ。この指板側面の面積全体を旋盤のペーパーで傷をつけてますから、その上で艶出しを行っているので、均一に見えるんですね。で、ところが旋盤のペーパーがこの指板側面の約半分までしかペーパーの傷をつけてなかったとすると、艶出しの工程でこうやって磨いても、なんとなくパッと見た時に旋盤をかけてから艶出しを行った部分と、そうではない元々の部分とで質感に違和感が出ちゃうんですよ。なので旋盤のペーパーで均一に側面を傷をつけてから艶出しを行った方が全体として均一に見えるんですね。なのでそのようにしてます。いつかその胸の中までもで、ついでにですね、このちょっと汚れがついてますけれど、このネックのね、塗装がすごくガサガサしてるというか、そんな感じだったんですね。引っかかりの部分にこういうピアノコンパウンドの跡、汚れがね、付着しちゃって残ってて、今こういう風に見えてます。で、これは後でレモンオイルとかポリッシュで綺麗に拭き取れば綺麗になりますので、ここは気にしないでくださいね。はい、で、冒頭で、使用するエポキシはこのクイック30ですっていうふうに言いましたね。このホームセンターで販売されてるこのクイック30とかクイック90とかのエポキシっていうのは、固まった後も柔らかいので使い物になりませんってよく言いますけれど、この作業にはね、適してるんですよ、これが。普段使ってるシステム3社のこのエポキシ。このエポキシを使うとガチガチに固まるんですね。硬く。コードが硬いというか。一見するとこっちのシステム3社のエポキシを使った方がいいじゃないかって思うかもしれませんが、この側面に付着したエポキシ樹脂を、ヤスリなりこういうのみなりで、削り取っていかなきゃいけないんですよ。ものすごく削りにくいっていうのもありますし、たとえ綺麗に削り取れたとしても、どうしても指板側面に乗った塗装を完璧にもうね、削り取るぐらいまで粗いペーパーで削っていかないと平坦にならないっていう事情があるんです。なのでのみでちょっとやれば削り取れるような柔らかさのこのエポキシ樹脂をこの側面に使ってます。あとはね、エポキシ樹脂、システム3社のエポキシ樹脂っていうのはすごく粘性が低いんですね。サラサラなんですね。もちろん物によってはもうちょっと粘度が高いものとかも売られてますけれど、たとえそれを使ったとしてもある程度固まっ
ってこう少しね粘度が高くなるまで待ってから使わないとどんどん奥へ浸透してっちゃって都合が良くないんですよ。その点からもこのクイック30もしくはクイック90、90は必要ないと思いますけどね、30分あれば全然問題なく作業できるんで、これがね割と適してます。私にはですよ、人によってねこういうのを使うものって全然違いますから、全然他のものを使ってもいいと思います。で例えばこれが製作工程で使うんであれば、このクイック30よりかはもうちょっとこう固まった後に硬いものになる方が都合がいいと思うので、用途で違ってきますね。前ねここの部分の塗装が削れてしまった場合に、ここの部分だけ再塗装するんですかっていう風な質問を受けたこともあるんですよ。ここの部分だけわざわざフレット交換した後に、再塗装するかっていうと、まずしません。してるところもあるのかもしれませんが、あんま聞いたことはないですね。バインディング仕様ではないこういうフレットの足が側面から露出するタイプだったり、フレットの溝がこういうふうに側面から露出してしまうタイプのものに関しては、側面のこの指板面っていうのは多少手をつけざるを得ないです。はい、そんな感じですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。